ミルトンチャンネルです。今日はエブリィに車に穴開けしない FF ヒーターを取り付けて車中泊してきました。その映像がこちら。今回は実際のセッティングや撤収にかかる時間も計測。安全でとても暖かい FF ヒーターを手軽に使うことができてめっちゃ楽しかったです。こちらは昨年私が思いつきでセッティングした車に穴開けしない FF ヒーター。この FF ヒーター、灯油1リットルで8時間も車内を温められ、電気代も安定駆動時では10ワットほどしか使わないので、高価なポータブル電源を買わなくても車内を気軽に温められます。今回はこの FF ヒーターを実際の車中泊で使う際の使用感やセッティングにかかる時間も含めて検証します。今回 FF ヒーターの電源をサブバッテリーから取るにあたって、このようなシガーソケットのケーブルを自作していました。こちらはこのように M 字の端子が止められるようになっていて、プラスのケーブルには 30A のヒューズも仕込んでいます。そしてこの部分はギボシ端子で脱着できるようになっていて、他のケーブルにも流用可能になっています。今回はこのケーブルを使ってサブバッテリーに直付けして、このシガーソケット端子から電源を取ろうと思います。このようなケーブルの加工の仕方は以前の動画で作ったものを概要欄に貼っていますので、そちらの方を参考していただければ嬉しいです。今回はこんな感じでバッテリーをつないでいます。バトラー 460A のバッテリーにシガーソケットを配線しています。シガーソケットも直付けで FF ヒーターの電源を取ります。で、このままむき出しの配線だと危ないので、このように絶縁キャップをしてネジで留めておきます。今回の検証に向かったのは東京都心の車中泊スポットといっても過言ではない若洲公園。ここはキャンプ場も併設されていて、車種を問わず1回500円で駐車でき、24時間使えるトイレもある駐車場です。はい、今日の車中泊場所若洲公園に着きました。現在の時刻が20時22分。車で1時間ほど運転してきたので暖房が効いていて結構暖かいんですが、車内の温度が18度、湿度 41% です。で、現在の外の気温が9度、そして明日の朝が6度まで下がる予報なので結構寒そうですね。で、今回はかなりコンパクトで使いやすそうな電気ヒーターを見つけたので、これもちょっと使ってみたいと思います。これは本当はガレージでの DIY の時に体を温めるために使おうと思っていたんですが、とりあえず組み立ててみます。で、この電気ヒーターの組み立てなんですけど、このように突起を合わせてはめるだけみたいですね。この直径が多分25、6センチぐらいの大きさで、かなりコンパクトな台座になってます。本体にこんな感じで刺して、超ネジでこの部分を固定するだけみたいです。なんで組み立てもすごく簡単ですね。かなりコンパクトで重さが 1.3 キロしかないみたいですね。すごく軽くて使いやすそうです。これ最大が600ワットなんで、私がいつも車に積んでいる1000ワットのインバーターでも全然余裕で動きます。温度調節は強と弱があるみたいなんで、これを試しで使ってみます。ここをいじればいいのかな。あ、暖かくなってきた。あったかいあったかい。すごく暑いっていうわけではないですけど、結構あったかいですね。今回使ってるバッテリーはこの 12V クーラー用と言っても過言じゃないぐらいの 460A のバッテリーを積んでいるんで、今 100% まで充電されてるんですけど、こういった LED ですとかそういうのも動かした上で 380W 程度しか消費していません。これ夜寝る時にはさすがにこれ消さないと危なくて使えないと思うんですけども、起きてる間はこれぐらいの温度がすごく快適かなと思います。念のため今日でも動かしてみます。かなり暑いですね。もうちょっと近くに近寄っちゃうと結構暑い感じがします。で、こちらの
消費ワット数が740ワット。結構電気食いますね。個人的には弱ぐらいで動かすぐらいでほんのりあったかいっていう感じがします。ですぐに温まってくれるのが電気ストーブ系はやっぱいいですね。今時刻が20時39分なんで、しばらくこの暖房で車内で過ごしてみます。で、今この LED ライトと電気ヒーター、冷蔵庫も動かしているんですけども、今日の夜ご飯を作りたいと思います。バラキムチ鍋と岩手ガモのもも肉を買ってみました。これもしかしたらアルミの鍋かもしれないんで IH が使えないかもしれないんですけど、とりあえず試してみます。あ、使えた。使えますね。とりあえずこれ使えることが分かったので、水を 200ml 適当なんですけど足して、岩手ガモのもも肉をついでに足します。健康のためになるべくタンパク質をたくさん取った方がいいので、追い肉をして調理していきます。中火で動かしている時の全体の消費ワット数が740ワットなので、この電気ヒーターを使っても調理ができます。いい感じにできました。今日は龍馬1865というノンアルコールビールを見つけたので、これを買ってみました。結構さっぱりした味ですね。軽い口当たりですごく飲みやすいです。じゃあいただきます。鴨肉って野生味があるお肉で美味しいです。健康を気にして人と会う時以外はお酒を飲まないようにしてるんですけど、ノンアルコールビールでもかなり満足いくような体質になってきました。ごちそうさまでした。久々に鍋食べたんで体がめっちゃ温まりました。で、今この電気ヒーターを動かし始めてちょうど1時間料理をしてヒーターをつけていても消費電力が 93% なので 7% しか減っていません。朝まで動かしても全然余裕なぐらいの消費電力ですね。で、一応この 22.9 度まで上がったんですけれども、こういった電気ヒーターは車の中を温めるというよりはこの体に当たる部分が暖かくなるような使い方の暖房器具ですね。で、今回はもう一つ暖房器具を検証しようと思っていまして、それは昨年私が購入したこの緑園の FF ヒーターですね。これは車に穴を開けないでこの窓の部分に板を設置してできるように工夫して使っているもので、今回はこの窓に実際に FF ヒーターを取り付けて夜寝る時もつけっぱなしにして駆動させてみたいと思います。ここで私がなぜ暖房器具を FF ヒーターにこだわって車中泊で使うのか、その理由をご説明します。まず1つ目、 FF ヒーターは車中泊で使う暖房器具としてはとても安全であること。これはこの後のセッティングでもお見せしますが、車中泊でよく使われるカセットガス暖房や小型の石油ファンヒーターは暖房の排気が車内に充満するのに対し、 FF ヒーターは暖房の排気を車の外に出すので車内の空気はいつもきれい、一酸化炭素中毒の心配がありません。私は一酸化炭素検知器も車に常備していますが、車中泊中に検知器が作動したことは一度もなく、車の中は常にきれいな空気で保たれています。次にこれが最も大きな理由なんですが、車中泊での就寝時の温度を20度以上に保てること。そもそも真冬の時期に人が快適に眠るには寝室の温度は16度から20度程度が目安とされています。ところが
車中泊でよく使われる石油ファンヒーターやカセットガスストーブは就寝時に一酸化炭素中毒対策で暖房を消す必要があり、車内の気温が下がります。真冬の車中泊は外気温が0度に近づくと断熱をしている車であっても車内の気温が10度以下になることも珍しくありません。そもそも室温が10度を下回っていると寒さで寝つきが悪くなり睡眠の質が落ちます。また就寝時の布団の中の温度はおおむね30度前後ですが、布団から出た寝室の温度が10度以下だとすると約20度の温度差が生じることになります。この温度差はヒートショックのリスクを上げます。例えば朝起きた場合の車内が10度以下の場合、布団の中の温度が30度なので20度以上の温度差が出てヒートショックで健康被害が出る可能性もあります。これに対し FF ヒーターは就寝時につけっぱなしで眠れるのでヒートショックのリスクを下げてくれます。最後に本体価格が1万円台で買えること。 FF ヒーターは機種にもよりますがほとんどの製品が1万円台で購入できます。その上灯油1リットルで8時間も駆動でき、大容量のポータブル電源がなくても使えるのでコスパ最高の暖房器具です。私は以上の3つから冬の車中泊の暖房は就寝時に暖房をつけっぱなしにできる FF ヒーターを愛用しています。でこの FF ヒーターの設置にあたってはこのボックスの中に入っているエレクターラックを組み立てる必要があるので、まずはこれを組み立てます。この FF ヒーターを載せるラック、以前の動画で設置方法を詳しく解説してますので、ご興味のある方はそちらもご参考ください。下からこの板の部分に溝が切ってあって、この溝にガラスがぴったり当てはまるようにしてあるので、これでこの板がずれたり外れたりすることがないです。なのでこの部分にパイプを通して FF ヒーターをセッティングしていきます。 FF ヒーター本体は元箱を使って運んでいました。本体をイレクターラックに乗せたら給排気パイプを取り付けます。はい、こんな感じで車の中にいながらにして設置しましたが、給排気マフラーを取り付けるために1回だけ外に出なければいけません。外に出る前に念のためこの FF ヒーターが転倒しないように、この耐震用の突っ張り棒でガチガチに固定しておきます。もうちょっとやそっと小づいたぐらいではこの FF ヒーターが倒れてこないので、これで安全対策をします。で外に出た際に排気口のこのマフラーを取り付けるんですが、これに触ったりできないようにこの金網をつけるんですが、その金網も、指を入れようと思えば指がこのように入っちゃうので、今回はその対策としてダイソーで焼き網を購入したので、これを少しだけ加工してこのカゴに取り付けたいと思います。サイズが 30cm×50cm の100円で買えるすごく安い焼き網です。この焼き網こんな感じで手で簡単に曲がってくれるので加工も楽です。はい、配管が外に出てくれているので、この部分に防音用のサイレンサーと吸気パイプのフィルターを取り付けて、この部分の2箇所フックを仕込んであるので、ここに引っ掛けてこんな感じで取り付ければ完成です。でこれは念のためなんですけど、指で触ったりできないように上からこの焼き網をかぶせておけば、この熱くなる部分のサイレンサーが触れないようにしてあります。これ指も入んないので、そういった意味でも安全性がアップしていると思います。さすがに上からこうやって手を入れられちゃうと触れちゃうんですけども、それ以外では直で触ることは不可能なので、安全対策としてはこれでいいんじゃないかなと思っています。ではこれを運転させてみたいと思います。ちなみに横からのはみ出具合はこんな感じですね。折りたたんだサイドミラーよりは出っ張ってはいるんですけども、全然問題なく使えると思います。はい、この FF ヒーターのセッティング中危ないなと思ったので、この電気ヒーターの電源を切っていました。気温が18度まで下がっています。なので FF ヒーターの電源を入れます。電源は先ほどお見せした時に使ったシガーソケット端子をこの部分まで配線を引っ張っているので、これに
この FF ヒーターのシガーソケットの電源端子をつなげば、電源が入りました。電源ボタンを押して運転を開始してください。運転が開始されました。これめちゃくちゃ熱くなるんで、一番弱運転で動かします。FF ヒーターをつけて30分ぐらい経ったんですけれども、現在車内の気温が 28.6 度まで上がりました。めちゃめちゃ高いです。この箱から出したりボックスから出してこのエレクターラックを組み立てる時間も計測していたんですけれども、17分17秒でした。私は撮影もしていたのでちょっと時間かかってるんですけども、早い方なら10分程度でこのセッティング全て終えられると思います。昨年 Amazon で別売りのサイレンサーを買って今回初めて使うので音量をチェックしました。マフラーに近づけた音量が57デシベル程度。これは静かな事務所ぐらいの音量です。このサイレンサーすごくいいですね。風の音とほとんど変わらないぐらいというか、 FF ヒーターをつけているのがわからないぐらいの音量の小ささです。一般的な車のアイドリング時の音量は70から80デシベルなので、かなり静かな使用感です。はい、最終的に29度まで温度が上がってます。やっぱりこの FF ヒーターめちゃくちゃ暖かくなりますね。一番弱い弱運転で動かしてるんですけども、ものすごく暖かくなってます。アイスクリームも買っていたのでデザートにアイスを食べます。でこれはもう予期していたことなんですけど、暖かいを通り越して暑くなっちゃったので T シャツになってしまいました。マカダミアナッツのハーゲンダッツを買ったのでこれをいただきます。真冬にこういう FF ヒーターを使いながらアイス食べるのってめちゃめちゃ幸せですね。いただきます。ハーゲンダッツ美味しいです。本当はラムレーズンが食べたかったんですけど、買い物に行ったスーパーに置いてなかったのでマカダミアナッツになってしまいました。でも結構幸せです。やっぱり真冬に FF ヒーターがないと車中泊するのは個人的には辛いですね。FF ヒーターがあるから真冬の車中泊が楽しめるっていう感じは若干あります。でこちらの FF ヒーターの動画なんですけど、以前2本動画を出していて安全に使えるような感じでこの FF ヒーターをセッティングしてますので、そちらの方もご覧いただければ嬉しいです。今12時をちょっと過ぎたところなんですけど、気温が 30.6 度まで上がっていてかなり暑いので、今日は T シャツと薄手のブランケットをかけて眠ります。はい、現在の時刻は6時21分。車内の気温は 29.8 度、湿度 33%。FF ヒーターのおかげでめちゃくちゃ快適に寝れました。ブランケットしか使ってなくて半袖で寝てるんですけど、全然暖かかったです。朝まで目が覚めることもなくぐっすり眠れました。こうやって手を置いても全然熱くないですね。これなら安全対策としても問題ないと思います。今日は朝から予定があるのでちょっと早いですが早めに FF ヒーターを撤収します。ストップウォッチで撤収時間も計測してみます。電源を切って2分ほど待つと排気パイプも触れるようになります。外の撤収でこういうサイレンサーを外さなければいけないんですけれども、これさえ外してしまえばあとは中から撤収ができます。このエレクターラックの高さ調整なんですが、ここにストッパーがついているので高さを間違えることなく適切な高さでいつも固定できます。
消火器用の火消しスプレーもこの中に入れられます。FF ヒーター本体は、本体むき出しで運んでもいいんですけれども、私はこの箱にしまって運ぼうと思います。マフラーのサイレンサーや吸気フィルターもこのボックスの中に入れてしまうことができます。撤収までにかかった時間は11分37秒でした。これカメラのセッティングやそういったことをやった時間も含めての時間なので、撮影等がなければ5分以内で撤収ができます。この窓枠にはめてる板のパネルなんですが、ここの部分がガラスで固定されているので、この窓はがっちりはまっています。なのでこのまま運転してもこの窓から板が取れることはないんですけれども、私はこの板を取り外して窓を閉めてから運転をしたいと思います。後部座席の窓を下ろします。これで板と窓の固定が外れてくれたので、あとはこの部分に指を入れて、こちら側に少し上に持ち上げて手前に引っ張ってあげれば板も簡単に取れます。これで撤収は完全に完了です。車を運転する際はこの箱を運転席とこのセルタンのソファーマットの間に入れて、運転中急ブレーキがあっても FF ヒーターが倒れないように固定して運搬します。 FF ヒーターを動かすのに必要なのは穴開けなしで使えるセット一式と本体なので、こんな感じで運べば気軽に FF ヒーターを持ち運ぶことができます。個人的にはこの持ち運び方結構気に入っています。この後予定があったので FF ヒーターを積んだ状態で100キロ以上運転しました。 FF ヒーター本体もセルタンのマットレスと座席で固定して運んだので、一度も倒れることなく問題なく運ぶことができました。この車体に穴開けをしない FF ヒーター、とても便利なアイテムなんですが、まだ雪山では使ったことがないので、機会があればこのセッティングで使ってみます。またこの FF ヒーターでお気づきのことがあれば気軽にコメント欄で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。